マッチ売りの少女。原作ハンス・クリスチャン・アンデルセン。翻訳大久保優。それはひどく寒い大晦日の夜のことでした。あたりはもう真っ暗で、こんこんと雪が降っていました。寒い夜の中、みすぼらしい一人の少女が歩いていました。帽子もかぶらず裸足でしたが、どこへ行くというわけでもありません。行くあてがないのです。本当は家を出るときに一足の木靴を履いていました。でもサイズが大きくブカブカで役に立ちませんでした。実はお母さんのものだったので無理もありません。道路を渡るときに2台の馬車がとんでもない速さで走ってきたのです。少女は馬車を避けようとして木靴をなくしてしまいました。木靴の片方は見つかりませんでした。もう片方は若者が素早く拾って、子供ができた時にゆりかごの代わりになると言って持ち去ってしまいました。だから少女はその小さな暗夜に何も履かないままでした。暗夜は寒さのために赤く腫れて青じんでいます。少女の古びたエプロンの中にはたくさんのマッチが入っています。手の中にも一箱持っていました。一日中売り歩いても買ってくれる人も一枚の銅貨すらくれる人もいませんでした。少女はお腹が減りました。寒さにブルブル震えながらゆっくり歩いていました。それはみすぼらしいというよりも哀れでした。少女の肩でカールしている長い金色の髪の毛に雪のかけらがピューピューと降りかかっていました。でも少女はそんなことに気づいていませんでした。どの家の窓も明かりが赤々とついていて、お腹がグーとなりそうなガチョウの丸焼きの匂いがします。そっか、今日は大晦日なんだ、と少女は思いました。一つの家が隣の家よりも通りに出ていて、影になっている場所がありました。地べたに少女はぐったりと座り込んで、身を縮めて丸くなりました。小さな暗夜をぎゅっと引き寄せましたが、寒さをしのぐことはできません。少女には家に帰る勇気はありませんでした。なぜならマッチが一箱も売れていないので、一枚の銅貨さえ家に持ち帰ることができないのですから。するとお父さんは絶対ほっぺをぶつに違いありません。ここも家も寒いのには変わりないのです。あそこは屋根があるだけ。その屋根だって大きな穴が開いていて、隙間風を藁とボロ布で塞いであるだけ。小さな少女の手は今にも凍えそうでした。
そうです。マッチの火が役に立つかもしれません。マッチを箱から取り出して壁でこすれば手が温まるかもしれません。少女は一本マッチを取り出してシュッとこするとマッチがメラメラ燃え出しました。暖かくて明るくて小さなろうそくみたいに少女の手の中で燃えるのです。本当に不思議な火でした。まるで大きな鉄のだるまストーブの前にいるみたいでした。いいえ、本当にいたのです。目の前にはピカピカの金属の足と蓋のついただるまストーブがあるのです。とても暖かい火がすぐ近くにあるのです。少女はもっと温まろうと、だるまストーブの方へ足を伸ばしました。と、その時、マッチの火は消えて、だるまストーブもパッとなくなってしまい、手の中に残ったのは、マッチの燃えかすだけでした。少女は別のマッチを壁でこすりました。すると、火は勢いよく燃え出しました。光がとても眩しくて、壁がベールのように透き通ったかと思うと、いつの間にか部屋の中にいました。テーブルには雪のように白いテーブルクロスがかかっていて、上に豪華な銀食器、ガチョウの丸焼きが乗っていました。ガチョウの丸焼きにはリンゴと乾燥桃の詰め物がしてあって、湯気が立っていてとても美味しそうでした。しかし不思議なことに、そのガチョウが胸にナイフとフォークが刺さったまま、お皿から飛び降りて、床をよちよち歩き出し、少女の方へ向かってきました。その時、またマッチが消えてしまいました。よく見ると、少女の前には冷たく湿った分厚い壁しかありませんでした。少女はもう一つマッチをすると、今度はあっという間もありませんでした。少女はきれいなクリスマスツリーの下に座っていたのです。ツリーはとても大きく、きれいに飾られていました。それは少女がガラス戸越しに見てきた、どんなお金持ちの家のツリーよりもきれいで豪華でした。ショーウィンドウの中にある鮮やかな絵みたいに、ツリーの周りの何千本もの細長いろうそくが少女の頭の上でキラキラしていました。少女が手を伸ばそうとすると、マッチはふっと消えてしまいました。たくさんあったクリスマスのろうそくはみんなぐんぐん空に昇っていって、夜空に散りばめた星たちと見分けがつかなくなってしまいました。その時、少女は一筋の流れ星を見つけました。スーッと黄色い線を描いています。誰かが死ぬんだ、と少女は思いました。
なぜなら、おばあさんが流れ星を見ると、いつもこう言ったからです。人が死ぬと流れ星が落ちて、命が神様のところへ行く、と言っていました。でも、その懐かしいおばあさんは、もういません。少女を愛してくれたたった一人の人は、もう死んでいないのです。少女はもう一度マッチをすりました。少女の周りを光が包み込んでいきます。前を見ると、光の中におばあさんが立っていました。明るくて本当にそこにいるみたいでした。昔と同じように、おばあさんは穏やかに優しく笑っていました。おばあちゃんと少女は大声を上げました。ねえ、私を一緒に連れてってくれるの？でも、マッチが燃え尽きたら、おばあちゃんもどこかへ行っちゃうんでしょ？あったかいストーブやガチョウの丸焼き、大きくて綺麗なクリスマスツリーみたいに、パッと消えちゃうんでしょ？少女はマッチの束を全部出して、残らずマッチに火をつけました。そうしないと、おばあさんが消えてしまうからです。マッチの光は真昼の太陽よりも明るくなりました。赤々と燃えました。明るくなっても、おばあさんはいつもと同じでした。昔みたいに少女を腕の中に抱きしめました。そして二人はふわっと浮かび上がって、空の向こうのずっと遠いところにある光の中の方へ高く高く登っていきました。そこには寒さも腹ペコも痛みもありません。なぜなら神様がいるのですから。朝になると、みすぼらしい服を着た少女が壁に寄りかかって動かなくなっていました。頬は青ざめていましたが、口元は笑っていました。大晦日の日に少女は寒さのため死んでしまったのです。今日は1月1日。一年の一番初めの太陽が一体の小さな亡骸を照らしていました。少女は座ったまま死んで硬くなっていて、その手の中にマッチの燃えかすの束が握りしめられていました。この子は自分を温めようとしたんだ、と人々は言いました。でも、少女がマッチで不思議で綺麗なものを見たことも、おばあさんと一緒に新しい年をお祝いしに行ったことも、誰も知らないのです。誰も。また新しい一年が始まりました。